こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、今回ご紹介する商品は、私史上最も長く到着を待っていた商品かもしれません。予約とかをしていたってことですか？そうなんです。新機種の購入に申し込みをしたのが、メールを確認するとなんと、プリオーダーを受け付けた日付が去年の11月。到着が8月なのでだいたい8から9ヶ月ぐらい待ちました。かなり長期の予約だったんですね。実はもっと早く発売される予定だったんだけどね。ちょいちょい見てた開発ブログによりますと、遅れた理由としては COVID、つまり某ウイルス騒動ですな。そのせいで、サプライヤーのパーツ供給能力を超えた需要が集まってしまったとのこと。まあ、こればっかりはしょうがないのでもう何も言えませんな。正直このメーカーさんも被害者なので、今回の遅延は仕方がないものです。ですね。では、今回の動画はまずはじめに、購入したものがどんなものなのか、あとはスペックなどをお話ししたいと思います。ではメーカーさんのサイトを見ながらお話しします。今回購入した商品はこちらの、NEXDock360 という商品です。画面中央のノートパソコンみたいなやつですな。みたいなやつって、これノートパソコンじゃないんですか？見た目は全く一緒なんですが、実は中身が全く違いまして。あかりちゃん、普通 PC を使う時って、ディスプレイとキーボードとマウスをつないで使うよね。まあそりゃそうなんじゃ。実はこちらの商品、ディスプレイとキーボードとマウスが一体化した、空っぽのノートパソコンなんですよ。全然わからないです。すごい簡単に言うと、この子の中にはマザーもなければ、CPU やメモリも入っていない。いわば、ディスプレイとキーボード、マウスをノートパソコンの形に合体した、という商品になっているわけです。ふむふむ。まあこの後の使い方を見ればわかるかと思いますぞ。こちらの商品、基本的にはスマートフォンをつないで使うことを想定されておりまして、スマホをケーブル1本で PC 化できるのが強み。USB-C ケーブルをスマホと本体に挿せば、あっという間にスマホがノート PC みたいに使えちゃう、って商品なんです。ほうこりゃまた面白いですね。いろんなことを考える人がいるもんだよね。ちなみに画面は360度回転します。スマホをつないでタブレット化もできます。ちなみに、現在は対応機種にまだ制限があるようでして、こちらに関しての注意をしていきますと。現在、スマートフォンの中でもこの機能を利用できるのは、デスクトップモードを搭載した機種に限られるとのこと。まずはサムスン系のギャラクシーですな。ギャラクシーシリーズはサムスン DeX というデスクトップモードを搭載しています。他にもファーウェイさんのスマホにも、Easy Projection というデスクトップモードが搭載されているとのこと。こんな機能がついてたんですね。私も知りませんでした。あとは LG さんの機種の中にもデスクトップモード搭載機があるとのこと。まあ国内での普及数的にギャラクシーとかが多いんですかね。ちなみに、今後の予定としてではありますが、今後は全ての Android 搭載機を、Android のアップデートでサポートできるようになる予定、らしいです。文章を見るに Google さんの開発次第ではありますが、これがサポートされたら幅が一気に広がりますね。機種制限がなくなるのは待ち遠しいですね。で、その他できることとしましては、ラズベリーパイをケーブル2本でラップトップ化、ということも書かれています。他にも、PC のサブディスプレイとして活用したり、ゲーム機と繋いで大画面化したりなどもできます。モバイルモニター風にも使える感じですな。なるほど。本当に、モバイルモニターとマウス、キーボードが一体化してる感じなんですね。ですです。では簡単な機種紹介はできたので、早速開封からやっていきたいと思います。届いた箱には大きく NEXDock の文字、シンプルな梱包ですが私は好きです。では内部に入っていたものを見ていきたいと思います。まず一番上はクイックスタートガイド、説明書ですな。続いて本体。これはまた後でじっくり見るとしまして。あとは小さな箱に入ったもの。そして梱包の奥には各国のコンセントに対応させるための変換アダプターが入っておりました。海外でも利用できる感じなんですね。これをデポで付けてくれるのはなかなかいいよね。で、小さい箱の中身ですが、充電機材類と通信用の USB-C ケーブルが付いていました。まあ、起動に必要なものは全部入りって感じですな。では本体の方を見ていきましょう。
本体はアルミボディ、なかなかに重量も高級感もあります。こうして見ると、普通のノート PC と全く見分けがつきませんね。正直外観だけでわかる人はいないレベルです。背面も非常にシンプル。アルミボディはやはり高級感があっていいですな。で、開いてみたところなのですが、正直マジで普通のノート PC と見分けがつきません。あ、ちなみに内蔵バッテリーがあるので出先で使えます。では、一旦左右のインターフェースをご紹介させていただきますと、まず本体左側面から、左から、USB-C ポート、ミニ HDMI の入力、となっています。HDMI は出力じゃなく入力です。普通のノートパソコンなら、確かに出力端子がついていますよね。この子はモニター側なので入力ですな。次に本体右側面です。左から順に、USB-C ポート、電源ボタン、マイクロ SD カードスロット、充電用 USB-C 端子、オーディオアウトです。結構充実してますね。ある種 USB-C 接続のドックステーション的な感じですよね。ではご託はこの辺にしておいて、早速ですがスマートフォンをつないでみたいと思います。まず本体の電源ボタンを押しますと、ここのランプが点灯します。その後本体が起動してきまして、この、Next Dock is ready to connect。Next Dock は接続の準備ができています。というメッセージが出てきます。ちなみにこの時画面を2本指スワイプで、液晶などの設定メニューも開けます。では、早速接続してみましょう。まずは本体左奥の USB-C ポートに付属のケーブルを挿します。その後、対応しているスマホをつなぐだけ。今回はこのためだけに Galaxy S9 を用意しておきました。画面にはサムスン DeX の文字。その後ホーム画面に移行します。ロック解除は端末側で行うようです。すると無事 PC として使うことができます。スマホの場合は、本当に、ケーブル1本で PC として利用できるんですね。この手軽さが最大の魅力ですよね。試しにブラウジングでもしてみましょうか。ちなみに、トラックパッド、キーボードともに動作は正常。おそらく USB-C 経由で映像転送と機器接続をどっちもしていますね。試しに私のブログでも見てみましょうか。こちらも特に問題なく見られます。あと、スマホなのにレスポンシブ表示ではなく、きちんと PC 表示。これだけ見ると、PC となんら変わりないですね。さらにタッチ対応なので、タッチしかダメなアプリなどももちろん対応。ブラウザもタッチで操作できます。試しに自作のブラウザゲーで遊んでみます。特にクリックの抜けなどもなく快適。これを見るにおそらくほぼ全ての Web アプリケーションは問題なく使えるかと。ちなみに感が落ちてるのは私のエイムが下手なだけです。次に動画再生です。YouTube で私の動画を再生します。こちらも問題なく快適。というか、下手したらアトムとかセイロンノートよりもこっちの方が快適までありますな。ちなみに、これって、接続時に、スマホの充電はどうなってるんですか？はい、同時に充電までされています。なので、本体を充電しつつ、スマホを繋いでいる状態だと延々と使うことができますな。ちなみにさっきは対応機種だった Galaxy S9 を繋ぎましたが、対応していない Android 機種だとどうなるのかですが、今回は検証で Aquos を繋いでみます。はい、繋いでみたのですが何も起こりません。これは画面出力が対応していないってことですな。ただ、キーボード、マウスは反応しています。スマホにキーボード入力とマウスカーソルは表示されました。ただ、対応機種じゃないと画面が映らないので、ノートパソコンとしての利用は難しそうですね。これは今後の Android アップデートに期待です。では次は検証としてアプリを起動してみます。今回はパズドラと、ずっとやってみたかったウマ娘を入れてみました。パズドラは起動など含めて問題なさそうです。ちなみにカーソルでパズドラをするのはなかなか新鮮。
まあ当然といえば当然なのですが、ネイティブな Android なので、動作に関してもかなり軽快というか、普通にスマホ感覚です。またタッチパネル搭載機なので、タッチでも遊べますぞ。単純に、アプリを大画面で遊べるというのも楽しそうですね。さて、ここからが追加の検証でして、通常スマホでは、複数のアプリを同時に実行できないじゃないですか。ただデスクトップモードだと、マルチタスクができるんですよ。じゃあゲームも2窓で遊べるんじゃね？ということで、今回はウマ娘とパズドラを同時に実行して動くのかを試しました。結果としては、なんと2つのゲームを同時に遊べたんですよ。ただまあ人間の操作が追いつかないので、片方は放置ゲー、もう片方でがっつりやり込みゲー、とかがいいかもね。というか、このアプリを並行して動かせるくらいのスペックなんですね。ギャラクシー S9 結構すごいですよね。では次に画面の回転に関してなのですが、この状態から画面をくるっと回しますと、そのままタブレットのような感じで使うことができます。キーボード部分がスタンドの役割をするので、角度などもかなり自由度が高く快適。動画視聴の時とかは、こうやって置いておくのもいいですね。ですな。で、あと検証したこととしては、iPad もいけるとのことだったので、試しに繋いでみました。結果として、こちらも画面投影や、キーボード、マウスの使用ができたんですが、画面のアスペクト比が元の iPad 依存になっています。また、iPad の画面を拡張した感じではなく、あくまで同じ画面を映しているだけという感じでした。あとこれは私の環境だからか知りませんが、iPad はなぜかタッチが対応していなかったです。キーマウ前提ですな。まあ、キーボードマウス操作がしたいお仕事の時とかに、ちょっと繋いで使う感じですかね。で、これは完全に私の余談なのですが、これを見ていて分かったことが、USB-C 経由でキーボード、マウスを接続してますよね。で、画面入力に関しては HDMI 経由でできる。最近のデスクトップ PC ってマザーに USB-C があるやつもありますよね。つまり、はい、超イレギュラーな使い方ですが、デスクトップ PC をノート PC にしてみました。何をしたかというと、USB-C を本体とデスクトップのマザーに接続。その時点で無事にキーボードとトラックパッドは認識。映像はグラボから HDMI 経由でこの NEXDock360 に移しています。結果として、はい、Ryzen 9 3900X、メモリ 32GB、RX570 搭載の結構ハイスペックなゲーミングノートの誕生です。こんな無茶苦茶な使い方があるのか。でもこれ実際いいですよ。状態としてはこんな感じで、裏のデスクトップをこの NEXDock360 で仮想的にノートパソコンにしている状態になるので、ケーブル2本で画面、キーボード、マウスすべてが揃う。事務用としてはこれ以上ない作業環境かもしれないです。言われてみれば確かに。ということで、試しにこの疑似ゲーミングノートで遊んでみます。まあ当然っちゃ当然なのですが、スペックはメインのデスクトップなので、普通に快適に遊べます。もしご自宅のデスクトップをノートみたいに使いたい、という超ニッチなご要望をお持ちの方がいたらぜひ。果たしているのだろうか。私はサブ PC を運用するときには便利だと感じましたよ。では最後にラズパイをつなぎます。私は正直ラズパイをノート PC にして使いたいという要望でこの機種を買いました。ラズパイの接続に関しては、1点だけ注意がありまして、まずはラズビアンがインストール済みであるということ。また、コンフィグファイルに2行追加をする必要があります。これは公式のチュートリアルサイト通りにあります。コンフィグファイルの一番下に、公式サイトにある2行を追加。詳しくないですが、USB-C をホストに設定する的な感じ。これを入力すると無事ラズパイ側は準備完了。ラズパイの接続は PC 同様にケーブル2本で行います。HDMI と USB-C ですな。ラズパイはマイクロ HDMI しかないので、これを HDMI に変換するアダプタをかませて接続します。小型マシンでも、標準サイズの HDMI があるといいですね。まあこればっかりはマシンのサイズ的な問題でしょうな。で、ラズパイは給電、キーボード、マウスの接続を USB-C で行えます。つまり、本当に2本しかケーブルはいりません。この2本を繋いだ状態で NEXDock360 を起動しますと、
無事ラズパイが起動できました。先の設定を行っていると、普通にキーボード、マウスもそのまま使うことができます。これはかなり便利ですね。これってラズパイに限らずでして、小型 PC やスティック PC など、そのままノートパソコンにすることができるんですよ。なので、ノートの使い勝手に慣れている。ですとか、ケーブル2本でラズパイ運用ができる。という部分で考えると、私的にはかなり面白いガジェットですね。というか、私は今後多分サブ PC にこれを接続して、常にノートとして使えるデスクトップで運用するかもです。ということで、今回は空っぽのノートパソコン、NEXDock360 のレビューでございました。で、最後に余談なのですが、この NEXDock360 の構造がなかなか伝わりにくいので、簡単な図解にしておきますと、通常別々の形で存在している、キーボード、マウス、ディスプレイといった PC 周辺機器を、ノートパソコンの形として一つにまとめたもの、と考えていただければわかりやすいかと。なるほど、確かにそうですね。ノート PC の形をしているから混同しやすいですが、NEXDock360 はマジで周辺機器が全部詰まった箱であり、PC 本体ではないです。なので、この商品を買う際には、必ずつなぐ元となるコンピューターが必要なことを覚えておいてくださいね。これだけ買っちゃったら、悲しい結果になりますね。周辺機器は揃えたのに PC はない状態ですな。ということで、今回は空っぽのノートパソコン、NEXDock360 を購入、レビューしてみました。こちらの商品ですが、今後どこで安定販売されるかはまだわからないですが、公式サイトのリンクを概要欄に置いておきますので、もしご興味があれば、公式サイトを覗いてみてくださいませ。じゃあ今回の動画はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。